Hi, I'm Masanori Hashimoto, CEO of NURAB. We have two collaboration services and one option. First one is Backlog. It is a project management tool for company and individual people. And second one is diagramming tool called Kaku. When we say drawing in Japanese, kaku, so kaku is kaku. We have 3 offices in Japan, and outside of Japan, there are 2 offices. One of the headquarters in Fukuoka City, another 2 offices in Kyoto and Tokyo. Outside Japan, in New York and Amsterdam, we were listed in 2022 already. So now we are focusing on selling our product and go to global. 僕は福岡県福岡市で生まれて、育ちました。小さい頃は集中力があるけどすごく落ち着きのない子供だったと思います。エピソードとしては、いつも先生に小学校の頃から落ち着きがないと怒られていたんですけども、母と一緒に福岡から神戸に行く新幹線の中でずっと水筒の開け閉めのネジの部分が気になって、博多駅からずっと水筒の蓋キャップの開け閉めをやっていて、で神戸駅に着いてもまだ開け閉めやっていたっていうくらい、集中力は興味を持つとある。だけど普段は先生にすごく怒られるぐらい集中力のない子供でした。で、僕の、身の回りはですね、家具屋をやっているおじさんがいたりだとか、あと、うちの祖父は、橋本漁業っていう船を出していた会社で、その会社の社長ではなかったんですけど取締役とかをやってたらしいので、そういうふうな環境で、周りに起業家がいるような環境で育ちました。で特にうちの母親も、小さい頃の僕に似ていて、すごく集中力がなくていろんなことをやりがちな母で、例えば、どこか韓国からかな、洋服を輸入してスーパーに売りに行ったりだとかするようなちょっと起業家マインドのある方だったので、それが僕にも血として受け継がれて、そうですね、身の回りにその起業する人たちっていうのは珍しくない状態で、存在していました。僕が高校生の時に昼食のために学食とか売店とかでパンとか、あと、カツ丼とかカレーとかそういったものを買わないといけなかったんですが、そのお金がなかったので、当時売店に空き缶を1個持っていくと10円で買い取ってくれたので、みんなが食事を終わった後にゴミ袋を持って各教室にお邪魔して、みんなから空き缶を集めて、で、売店に売りに行ってだいたい600円とか700円とかになったので、なんていうんですかね、そのお金でみんなとはちょっと遅くなるんですけど、それで学食でご飯を食べたりだとかパンを買ったりだとかしていました。はい。その頃高校生のバイトは1時間で600円もいかなかったと思うんですよね。580円とかそれくらいだったと思うんですけど、僕はおおよそ10分間で600円700円を稼げたので、それもちょっと起業家っぽい活動だったかなと思います。創業にあたっては、お話しした通り周りに起業家というか経営をされている方が多い環境で育ったもので、
特にその起業するぞという感じではなくて、みんなと同じことをしようと思って普通に、会社を立てようという、なんていうんですかね、マインドになっていました。で、そのためには自分の趣味でやっていたパソコンで何かプログラミングするということを実務経験つけないといけないなと思って、一旦普通の会社に派遣登録して3年間だけプログラマーとして働かせてもらって、でそこを辞める時にですね、一緒にオープンソースの活動をやっていた仲間と一緒に仲間に声をかけて、で一緒に株式会社ヌーラボを立ち上げました。僕ら有限会社として会社立てるので300万円必要だったんですよ。その300万円をどうやって作ったかというと、日々仕事をして稼いでいたお金プラスたまたまですね、僕らがオープンソースとかの活動をやってプログラミング言語を学ぶ過程をウェブサイトにずっと記録のように残して公開していましたので、プログラミングの勉強するための雑誌みたいな、ウェブデイビープレスとかって言ってたんですけど、当時はウェブデイビープレス、Java ワールド、Java プレスとかっていう雑誌があって、そこにプログラムのやり方などを寄稿させてもらって、その何ですかね、その代金として、お金を支払っていただいて、そのお金を資本金として回して、で、300万円で起業させてもらったという流れです。会社を創業してからはまずは、僕らの会社ではないよその会社さんに、出向して、そこで仕事を受注1ヶ月分の仕事とかを受注して仕事をしてたんですけど、たまたま僕らが創業する時の資本金のためではなかったんですけど、資本金を作る元になっていたその雑誌への寄稿とかで、僕らの名前って結構いろんな方に知ってもらうことができてたんですね。なので僕らがそこで働いていると、僕らに注文したいということでお話が来たりとかしていて、で受託請負もやるようになって、でやっぱりその間にもですね、今度は書籍を出したりとかしたのでどんどん名前は大きくなっていたので、うちに発注したいっていうお客さんがそこそこ増えていって、受託請負の仕事がどんどん増えていきました。なので雑誌とか書籍で、お金をもらいながら出版して、でその出版物が僕らの見込みお客に届いて、でお客さんがそのままうちに発注してくれるっていう、すごくいいエコシステムみたいなのが出来上がったのが僕らの初期の段階ですね。そのように受託請負をやりながら、東京のお客さんからお仕事をもらっていたんですよ。で僕らは福岡にいて、で、東京のお客さんなんで何かやり取りがあったら一回東京に出張して、でミーティングをして、で帰ってきて、作業してっていうふうに、結構時間とあと交通費が取られたんですね。なのでそこの問題を解決しようと思って、オンラインで使えるようなプロジェクトマネジメントシステムだったりだとか、イシュートラッキングシステムっていうんですけど、何か ToDo を管理するようなシステムを導入して、極力出張を減らしたりだとか、ミーティング情報共有を減らしたりだとかをしていました。だけどそういうツールって結構画面がお仕事をするためのツールみたいな感じになっていて、あまり僕らものを作る人がワクワクしないんですよね。なんか仕事をさせられているような感覚がするような画面だったので、それだったら自分たちで作ろうということで、今のバックログプロジェクト管理ツールをですね、作り始めました。そこがまず最初のモチベーションとなってます。僕らがサービス展開した時は
僕らがまず使っていたツールはどこかからダウンロードして自社のサーバーにインストールしてから使うちょっと、サーバーのメンテナンスの能力だったりだとかそもそものソフトウェアのインストールする能力だったりだとかデータベースを構築する能力がないと使えないソフトウェアを使ってたんですね。だけど僕らの始めたバックログっていうのはそういう知識なしにオンラインでそのまま使えるっていうものを出したんですよ。これは今となっては当たり前なんですけど当時はそういうものってなくてですねでしかも会社のサイズが4人とか5人ぐらいの小さいサイズだったのでサービスを展開し始めた時はですねあまり信用できないということでかつ当時は有限会社っていう小さい会社で信用があまりされないような会社だったのでお客様からはですね安心安全ではないと思われてあまり使われなかった背景があります。それから、自社のプロダクトをリリースしてバックログをリリースして、すぐにですねよく言うホッケーカーブのようにお客さんが増えて売り上げが増えると思ったんですよ。でもそうではなくてやっぱり世の中はなんていうんですかねそういうクラウド型のサービスSaaS サービスっていうのをあんまり受け入れてくれてなかったのでまずは批評され、なかなか浸透していかなかったんですね。そこら辺がずっと、苦しかったですね。まず僕らのツールが理解される以前にそういうクラウドに情報を預けるということがまだ浸透してなかったのでそこから、信じてもらう必要があったので結構そこはしんどかったですね。そして徐々にですね、2011年2012年ぐらいから、Amazon が AWS を出したりだとか、そういうふうにクラウドサービスっていうのは徐々に展開されていってよその企業に情報を預けるっていうことがまあ普通に徐々になってきたんですね。で2016年ぐらいからもうほぼ当たり前みたいな感じになっていって、それに合わせてですね、うちのバックログの売り上げもまあ徐々に上がっていったっていう感じですね。はい。